こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は、あなたはあなたのままでいいという話をしようと思います。突然ですが、皆さんは自分と誰かと比べて落ち込んだことはありませんか？あの人はすごいな、それに比べて私はダメだなといった感じです。よく隣の芝生は青く見えると言いますよね。本当にその通りだと思います。隣の芝生ってなぜかとても綺麗に見えるんです。青々としていて、手入れも行き届いていて、ああいいな、それに比べてうちの芝生はなんて思ってしまいます。でも最近の私はちょっとした気づきをしました。隣の芝生は確かに素敵です。でも自分の家の芝生だって隣とは違うけれど、ちゃんと素敵なんです。今回はそんなお話をしたいと思います。テーマは、人との比較はナンセンス。私たちは一人一人お役目が違うからというものです。今回私が一番お伝えしたいことはとてもシンプルです。あなたはあなたのままで大丈夫ですよということです。なぜそう言えるのでしょうか？それは私たちは一人一人持っている性格も得意なことも、そしてこの世で果たすお役目も違うからです。だから本当は自分と他人を比べてもあまり意味がないんです。と言いながら、実は私自身そのことに気づくまでずいぶん長い時間がかかりました。私は昔からとても内気な人間です。人と話すこともあまり得意ではありません。大勢の人が集まるところへ行くと、皆さんが楽しそうに話している横で、私はひっそり。いわゆる壁の花ですね。自分からどんどん輪の中に入っていけるタイプではありません。ですから昔は、私って本当に社交性がないな。どうして私はこんなに人付き合いが苦手なんだろうと、自分のことをよく責めていました。そんな私の近くに A ちゃんというとても社交的な女性がいました。A ちゃんはどこへ行っても自然に人と話せます。初めて会った人ともすぐに打ち解ける。場を明るくするのも上手です。A ちゃんの周りにはいつも人が集まっています。私はそんな A ちゃんを見て、いいなぁと羨ましく思っていました。でもただ羨ましがってるだけではダメですよね。努力しなくちゃと思いました。そこで私は頑張りました。内向的な自分を押し込めて、できるだけ明るく、社交的に振る舞おうとしたんです。人の集まりにも積極的に顔を出しました。本当は静かにしていたいのに、頑張って自分から話しかけました。無理をしてまで、もっと人と関わらなくちゃと、自分を奮い立たせていたんです。最初のうちはできました。人間頑張ればある程度はできます。ところがそれが長く続かない。ものすごく疲れるからです。家に帰るともうヘトヘト。今日もよく頑張ったなという爽やかな疲れではありません。なんというか、もう誰とも話したくないというぐらい、
どっと疲れてしまいました。そのうち、もう無理となりました。そして今度は、そんな自分にがっかりするんです。やっぱり私はダメだ。A ちゃんはできるのに、どうして私にはできないんだろう。そうやって自分を責めました。今振り返ってみると、ずいぶん自分に厳しかったと思います。私は何度も同じことを繰り返していました。素敵な人を見つける、憧れる、あの人みたいになろうと頑張る、うまくいかない、そして自分を嫌いになる。これを何度も繰り返していたんです。そんなある日、私はネットである人のトークを聞きました。最初はぼんやり聞いていたんですが、その中のある話が急に耳に入ってきました。それは、人は一人一人それぞれ違う役割を持っているという話でした。その説明に人間の体が例として使われていました。私たちの体にはいろいろな部分があります。目があります。耳があります。口があります。心臓があります。胃があります。手もあれば足もあります。そしてそれぞれに役割があります。目は物を見る。耳は音を聞く。口は食べたり話したりする。胃は食べたものを消化する。心臓は休むことなく全身に血液を送り続けています。どれも違うことをしています。そこで考えてみてください。目の方が耳より偉いなんてことありますか？ないですよね。心臓は胃より価値があるなんて比べることにもあまり意味がありません。全部違う役割を持っているからです。そしてその話を聞いたとき、私はハッとしました。例えば目が耳を見て、いいな、耳は音が聞こえてと思ったとします。そして目が、私も今日から音を聞けるように頑張りますと決意したらどうでしょう。一生懸命努力します。自己啓発の本も読みます。毎朝、私は聞こえる、私は聞こえると唱えるかもしれません。でも、やっぱり聞こえませんよね。だって目のお役目は見ることだからです。そこで目が、どうして私は音が聞こえないんだ、私はなんでダメなんだと落ち込んでいたら、私たちはきっと言うと思うんです。いやいや、あなたは目なんだから、それでいいんですって。ちゃんと見えてるでしょ？それで十分ですよって。その時私は、ああ、私も同じことをしていたのかもしれないと思いました。私には私の気質や性格があります。A ちゃんには A ちゃんの気質や性格があります。A ちゃんは人と人をつなぐことが上手です。その場を明るくして人を楽しませることも上手です。それは A ちゃんの素晴らしいところです。でも、だからといって私も同じでなければいけないということではないんです。私は A ちゃんにならなくてもよかったんです。私は私として自分にできることをすればよかった。そう考えると、それまで短所だと思っていた自分の性格も少し違って見えてきました。私は確かに
賑やかな場所では目立ちません。でも、人の話をじっくり聞くことはできます。一人で静かに考えることも苦になりません。人が何気なく言った言葉を後まで覚えていることもあります。誰かが元気がないと、あれ？今日ちょっと様子が違うなと気づくこともあります。それは A ちゃんとは違う私の特性です。どちらが上でどちらが下という話ではなかったんです。ただ違っていただけなんですよね。私たちはどうしても他人を見て、あの人は私より優れているとか、私はあの人より劣っていると考えてしまいがちです。でももしかしたら優れている、劣っているという見方そのものが違うのかもしれません。ただ持っているものが違うだけなのかもしれません。ある人には簡単にできることが自分にはとても難しい。でも反対に自分には何でもなくできることが他の人には難しいことだってあります。ところが自分に簡単にできることって自分では価値がわからないんですよね。こんなの誰でもできるでしょうと思ってしまいます。でも案外そうではありません。あなたが自然にやっていること、人から何度も頼まれること、なぜか昔から好きなこと、長く続けてもそれほど苦にならないこと、人からあなたってこういうところがあるよねと言われること、そんなところにあなたのお役目のヒントが隠れているのではないかと私は思っています。そして今私は人を羨ましいと思った時には自分にこういうようにしています。素敵ね。でも私は私と。相手の素敵さを認めることと自分を否定することとは別です。あの人素敵だなと思っていいんです。でもその後にだから私はダメとつけなくてもいいんです。あの人はあの人の花を咲かせている。私は私の花を咲かせればいい。それだけなんです。振り返ってみると、若い頃の私はずいぶん長い間、自分ではない誰かになろうとしていたように思います。もっと明るく、もっと社交的に、もっと堂々と、もっと行動的に、もっともっとって。でも、もっともっとと自分を追い立てていた頃より、私はこれでいいんだと思えるようになってからの方が、不思議とできることが増えました。自分と戦うために使っていたエネルギーを自分を生かすために使えるようになったからかもしれません。もちろんそのままでいいというのは何もしなくていい、成長しなくていいという意味ではありません。自分を育てることはとても大切です。ただし自分を否定して別の人間になろうとする努力と自分の持っているものを育てる努力は全く違うと私は思うんです。私は A ちゃんになる必要はありません。私は私として自分の持っているものを大切に育てればいいんです。皆さんもこれから誰かを見ていいなと思うことがあるでしょう。そんな時はぜひ思い出してください。隣の芝生は確かに青いです。とても素敵です。で
もそこであなたの家に戻ってあなたの芝生もよく見てみてください。隣とは違って見えるかもしれませんが、隣の芝生にはない美しさがあるんです。私たちは一人一人違います。違うからこそそれぞれにできることがあります。違うからこそお互いを補い合うことができます。なので、あの人にはできるのに私にはできないと落ち込まなくても大丈夫です。できないことがあるのは当たり前です。その代わり、あの人にはないけれど私には何があるだろうと自分の中を探してみてください。そして自分のお役目を見つけたらそれを大切にしてください。自分の特性を嫌わず、これが私なんだなと少しずつ受け入れてあげてください。自分の持っているものをできる範囲で誰かのために使ってみてください。それがきっと自分自身の幸せにもつながっていくのだと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。